今回の動画では5月22日に公開された先行予告番組の内容からミフの性能を考察、ミフと組み合わせることができそうなオペレーターや採用できそうな装備などを考えていきます。まずは通常攻撃から。ミフは準物理タイプの前衛オペレーターで、通常攻撃は4回連続の物理ダメージを与え、襲撃も物理ダメージを与えるというもの。銃攻撃の発生タイミングは約 3.5 秒とやや遅い部類に入りますが、他の体験オペレーターの一部を例に挙げると、ダパンが 3.6 秒、スノーシャインが 3.95 秒、ラストライトが 4.43 秒と考えると、体験オペレーターとしては最も機敏に動かせるオペレーターとなっています。ミフの戦技は3段階形式の戦技となっており、1段階目は一定範囲内にいる敵を自身に引き寄せるか、引き寄せることができないのであればミフが敵に近づき、ダメージを与えて戦技は2段階目に移行。2段階目は猛撃となり、この戦技によって消費するクラッシュが3以上であれば、戦技は3段階目に移行。なお、2段階目及び3段階目にはいずれも発動制限時間が存在するため、制限時間内に発動させなければ、戦技は1段階目に戻ることになります。そして3段階目は前方の敵に高い物理ダメージを与えるという効果。この3段階目は猛撃にはならず、戦技ダメージでもないにもかかわらず、アーツ強度などのステータスは適用対象とのことなので、事実上のクラッシュを消費しない猛撃ダメージが発生するということかと思われます。ただ、クラッシュを消費しないとなると、クラッシュ分のダメージの上乗せが発生するかは微妙なところ。連携技は敵がクラッシュ3になった時に発動可能。敵に物理ダメージと物理脆弱を与え、戦技が2段階目になるという効果。そのため、連携技を用いれば戦技の1段階目をスキップすることが可能です。また、連携技を発動した際にシールドを獲得。こちらは素質効果となっており、スーパーアーマー効果を有します。ただ、連携技のデモの後半ではシールドが付与されていないパターンもあるので、一定期間ごとにしか発動できないか、連携技を数回発動するごとにといった追加条件があるかもしれません。必殺技は敵を強制的に浮遊状態にし、その後即座に地面に叩きつけて物理ダメージを与え、戦技が2段階目に変化するという効果。クラッシュが0の状態でも強制的に浮遊状態にするので、浮遊が効く相手であれば攻撃を中断させることが可能。そして必殺技終了後は戦技が2段階目に移行するので、そのまま戦技のコンボを進めることができます。戦技の一連の流れはこんな感じ。映像を見る限り、戦技1段階目発動後の残り SP はおよそ半分。わざわざ変換という単語を使用しているあたり、一度 SP を100消費した後に半分となる50が変換されるものと思われます。なので、戦技1段階目を発動させるには SP が100必要となるでしょう。2段階目及び3段階目の SP 消費は通常の戦技よりも消費 SP が少ないとのことなので、変換がないことを考えればそれぞれ50ずつ消費するものと思われます。なので、1段階目を戦技から始めるのであれば、合計で150の SP とクラッシュ3を消費。ただ、戦技1段階目は連携技と必殺技で代替することができるので、連携技と必殺技を用いれば、一連のコンボに必要な SP は、戦技2段階目と3段階目の合計100に収まる形となります。連携技には物理脆弱が付与されているとのことなので、引き寄せや接近を必要としないのであれば、基本的には連携技、戦技2段階目、戦技3段階目がコンボとなるでしょう。なお、戦技3段階目を発動するには、戦技2段階目でクラッシュを3以上消費が条件。連携技の発動条件がクラッシュ3なので、この点から見ても、連携技からの一連の流れが最もスムーズです。いずれにせよミフのスキルは戦技が主体、連携技と必殺技は脇役になるという形です。素質または武器スキルに関しては、必殺技を含めた一連のコンボシーンが最もわかりやすく、連携技発動の瞬間にバリアを自身に付与。その後、連携技の効果によって物理脆弱を付与したのと同時に物理ダメージを強化するバフ。または戦技3段階目のダメージにアーツ強度を押していたので、アーツ強度を強化するバフを付与。その後、戦技2段階目の猛撃またはクラッシュの消費によって、さらに物理ダメージ関連のバフを2つ付与しており、ミフの素質またはモチーフ武器によるバフはこの4つになるものと思われます。ミフのバフをまとめるとこんな感じですが、見てわかる通り同じアイコンが複数連なっているという状況なので、バリアが素質であることは確定として、他の3つは何が由来なのか見極めるのは難しめ。ただ、いずれのバフも発動時間がかなり長めとなっているので、残りの3つはいずれも武器スキルまたは防具セットスキルではないかと思われます。ただ、現在の装備にこのバフの発動条件を満たすものは存在しないので、次のバージョンで実装される9法セットのどちらかを用いることになるはず。武器の方はデモで新武器を振り回しているので、言わずもがな石英が一番手。時点だと次のバージョンの協約通行証で入手できるファントムペインでしょう。
現在実装されている汎用武器の中ではカンが良さげといったところ、破砕君主も候補には上がりますが、ミフは重攻撃を中心に回すタイプではないので、今のところはカンが一歩先を行っているかなといったところです。ミフは冒頭でも説明した通り、物理タイプの前衛オペレーターですが、実際の挙動としては物理タイプの突撃オペレーターであるダパンに近く、自身でクラッシュを付与できるスキルは必殺技のみとなっています。そのため、クラッシュの付与役は必須、つまり、チェンのスタメン入りは確定と言えるでしょう。というより、物理が主役となる以上、チェンは外すことのできないオペレーターなので、ミフの場合もその傾向は例外ではありません。純物理編成を組むのであれば、物理脆弱及びリンクとクラッシュも付与できる万能なオペレーターであるリーフォンが良さげ。物理脆弱は重ね掛けすることができるので、リーフォンの物理脆弱とミフの物理脆弱が勝ち合ってしまうということもありません。最後の一枠に関しては、高レアであればポグラニチ肉、低レアであれば明けクリでしょう。ポグラニチ肉の連携技は敵が猛撃または破砕によってクラッシュを消費した時に発動するため、ミフが戦技2段階目でクラッシュを消費した時に発動することに。一方の明けクリは敵がブレイク状態になるかブレイク点に到達した時に発動。ポグラニチ肉ほどの連携技の発動頻度ではありませんが、ブレイク性能が非常に高いチェンに加えてミフもブレイク性能が高いとのことなので、相性としては比較的いいはずです。なお、どちらも戦技の使用はおそらくなし。ポグラニチ肉は戦技を使用してしまうとクラッシュを消費してしまい、ミフの連携技の発動ができなくなってしまい、明けクリの戦技はそもそもとして灼熱付着を発生させるスキルで物理編成に対するシナジーはありません。そのため、どちらを編成しても、戦技の使用は SP ゲージのローヒトコンボの途切れが発生してしまうので、使用するスキルは連携技と必殺技のみとなるでしょう。なお、物理編成に関しては現在の環境であれば、ロッシのおかげで灼熱と組み合わせることもできるため、ロッシとのダブルアタッカー編成も可能です。ロッシは敵に灼熱付着とアーツ付着が付与されているのであれば、クラッシュを2付与するので、チェンと合わされば合計で4のクラッシュが付与可能。ただ、ロッシは自身では必殺技でしか灼熱付着を付与できないので、この点をブレイク構成と相性のいい明けクリの戦技で補ってもらいます。そのため、流れとしてはチェンの戦技と連携技でクラッシュに、明けクリの戦技で灼熱付着1を付与して、ロッシの連携技を発動させて灼熱1、クラッシュ2をクラッシュ4に変換。ミフの連携技のクラッシュ3を満たすので、ミフの連携技を発動させた後に、SP が余っているのであればロッシの戦技、余っていないのであればミフの戦技2回になるのかなといったところです。仮に余らない場合は、明けクリの必殺技を任意のタイミングで発動した時のみ、ロッシの戦技を挟むという形になるかと思われます。なお、ミフの実装時点で灼熱と物理の混合を使用するのであれば、このあたりが編成一例になるかと思われますが、明けクリと新たに実装されるオペレーターであるカミーユは同じ灼熱タイプの先方オペレーターで、大まかな役割はほぼ同じ、そのまま明けクリと交代する形で編成できるのではないかと思われます。ただ、現状ではミフとカミーユ両方とも実装されておらず、不明な点も多いので、今回は一緒に編成できるんじゃないか程度で留めておきます。以上でミフの性能考察を終わります。ご視聴ありがとうございました。